home。 僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて、もう8月ですよ。皆さんファンクラブイベントを来てくれてありがとうございました。いやー、すっごい楽しかったね。やっぱコンサートもいいけど、やっぱファンクラブイベントはファンクラブイベントでさ、やっぱまた違った楽しみ方というか、違った雰囲気があってすごく楽しかったですね。これからもっとね、どんどんできるようにやっていきたいよね、こういうことね。まだ8月はね、SM タウンも残ってますので、皆さん引き続き日本に行く機会がまだ残ってますので、皆さん応援よろしくお願いします。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でミュージックダンス。Utah at home. This program is brought to you by Disney Plus。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんへのお知らせです。この時間は期間限定で僕ゆうたがディズニープラスで配信されているいろいろな作品の見どころをお伝えしていきます。今週紹介するのは韓国ドラマドクター弁護士です。主人公のハン・イハンはその名の通り元は天才外科医なのですが、自分では成功したと思っていたはずの手術で患者さんを亡くしてしまい、今は医療訴訟を専門とする弁護士として働いています。主人公を演じるのが韓国の大人気俳優ソ・ジソプさんです。とても素晴らしい演技をされてますよね。メディカルサスペンスと法廷ドラマをダブルで楽しめ、さらにストーリーが進んでいくにつれて登場人物が加わり、面白さがどんどんパワーアップして見始めたら止まりません。超優秀だったお医者さんが弁護士になった目的は何だったのか、その目的は果たせるのか、全16話一気見したくなる作品なので、皆さんぜひチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聞きください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。8月に入りましたが、皆さん夏バテしていませんか？なんかさ、今年めちゃくちゃ暑くない？なんかびっくりするぐらい暑くてさ、最近で暑さで疲れたりだるさを感じている方が多分ねめちゃくちゃ多いと思うので、今週は久しぶりのメッセージ会、皆さんの心の夏バテを僕ゆうたが解消しようということでですね、これまでにいただいていたお悩みメッセージからたっぷり紹介したいと思います。ラジオネームなっちゃんさん。なっちゃんさんよく見るね。これ1回目のなっちゃんさんかな。私は今年4月の就職を機に、地元を離れ東京で初めての一人暮らしをしている新米社会人です。一人暮らしは今のところ楽しくて充実しているのですが、仕事がうまくいかずに悩んでいます。まだわからないことだらけなのは仕方ないと思いつつ、なかなか仕事が覚えられなくて何度も同じことを調べたりしています。何をやっても時間がかかるし、容量の悪い自分に時々嫌気がさします。ゆうたくんをはじめ NCT のみんなはすごく自分に厳しく、ストイックでかっこいいなと思っているのですが、自分に厳しくするコツや成長するために心がけていることはありますか？という。最後に、忙しい中日本でもたくさん活動してくれてありがとうございます。NCT のみんなは毎日の活躍ですというメッセージをね、なっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。いや、逆にね、なっちゃんさんが素晴らしい、素敵、最高、かっこいい。なんでかっていうと、僕らね、アドバイスできるほど、みんなが思ってるほど本当に僕らも何もできないよ。なんでかっていうと、本当にたくさんの人のその助けがあってこそだから。で、社会人のみんなとかさ、なっちゃんさんとかも全部しないといけないでしょ。身の回りのこと、仕事。もちろん身の回りのことはするんだけど、できることは。それでもね、僕らってやっぱりたくさんの人たちに助けてもらってるから、自分のやることにちょっと集中できるし、なんかね、そういう環境がやっぱ整ってんの、僕らは。でもやっぱこういうね、右も左もわからない新社会人のさ、なっちゃんは全部してるわけでしょ。いろんなことを含めて多分今ね、すごく大変な時期だと思うから、僕はね、容量少しぐらい悪くても全然いいと思います。だってか、新米でしょ？ 4 月から始めたんでしょ？全然悩んで大丈夫。やし、できへんの当たり前やし、経験に勝るもの俺ないと思ってるから、本当に。
ということで次行きたいと思います。ラジオネームまちるさん。ゆうたくんただいまお帰り。ツアー本当にお疲れ様でした。たくさんの感動と愛をありがとう。いやこちらこそ。私は大学4年生でもうすぐ大きな報告会があります。今まで研究してきたことを地域の皆さんにお話しする予定ですが、自信がなくて私なんかが前に出ていいのかなと思ってしまいます。悩みながら SNS を触っていたらたまたまゆうたくんの写真を見かけて、こうやってお話ししたくなってしまいました。自信が持てないとき、ゆうたくんはどうしていますか？繊細な分強くて優しくてやっぱり可愛いゆうたくんが大好きです。ゆうたくんらしく頑張ってください。ありがとうまちるさん。そうね、自信がなくて私なんかが前に出ていいのかな。まずその考えはナンセンスだね。全然。むしろこういうことをする人、報告会とかね、前に出てする人自体がもうリスペクトを受けていい人たちなの。よくわかるわ。これわかるよ。俺も思う時あったけど、これね、リノさんと会う前まで俺思ってたんかな、こういうこと思ってた気がする。少なからずなんか俺ってこうっていいんかなとか思ってたけど、やっぱね、こういうことを前に出たりすること自体がすごく俺はもうリスペクトを受けていいことだと思うのよね。客観的にさ、外野からさ、よく言うやん、お前下手くそやとか、そういうことを言ってる人なんかもう全部振るし方でいい。なんでかっていうと、そこに立ったことに意味があるし、それをやって悩んだ時間とか過程にすごい意味あるから。やし、これやったら絶対自信つくと思うから、少なからず俺は応援してる。だから頑張ってください。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームさざなみさん。私は全寮制の学校に通う高校生です。寮では定期的に部屋替えがあるのですが、今回同じ部屋になった子はかなり片付けが苦手なようです。脱いだ服を床に広げたり、食べ終わったお菓子のゴミを捨てずに机に置いていたりなど、人それぞれそうね、苦手分野、これなんか俺痛いんやけどすっげえ突き刺さる。人それぞれ苦手分野があるのは仕方ないですが、私は綺麗に片付いた空間です。そうだよね、好きなんでかなりフラストレーションを感じています。注意したいと思いつつ、せっかくルームメイトとして過ごすのであまりきつい言い方をしても関係に被害の宮で悩んでいます。もしメイト君が部屋が散らかっている時にルームメイトから指摘されるとして、どんな言い方をされたら傷つかないですか？よかったら教えてください。うわー、いったチクチク刺さる。思うけど、いやこれは片付けへん人が悪いです。はい。やっぱね、一緒にみんなで同じところを共有するっていうことは、少なからずやっぱね、みんなの気遣いが必要なので、それはしっかり言った方がいいと思います。例えば俺だったら歯磨き粉ね、開けっぱなしとか、みんなが使う歯磨き粉やから、それはまあこっちが悪いわけや。ちょっとのあれでテッて閉めたらいいだけの話を毎回してしまう子っておるんよね、やっぱね。人それぞれやから。多分その子も悪気があってやってるんじゃなくて、後で片付けようとか無意識のうちにみたいなのがあるんやけど、その人が見たらやっぱね、なんでこういうことできへんのとかあると思うんよ。これね、マジで共同生活あるあるなんよな。その子も多分さざなみさんのこういうとこ嫌やろうなっていうとこも多分あると思うし、だから1週間に1回とか1ヶ月に1回とかちゃんとしたラフな話し合いみたいなのを場所を設けるのはありかもしれん。俺らよくやっとって、俺らも言い方一つでなんかこうちりつもじゃないけど溜まっていったりって、そう共同生活ってちりつもあるから、ちりつもで積もっていったらもうね、これね結構解消するの時間かかるんよ、お互い。だからそういうのをなくすために、もう今日から例えば1ヶ月に1回ちょっと不満やったり、逆にいいとこもね言ってあげるとかっていうのを作った方がいいかもしれん。このね、共同生活っていうのはほんまにお互いの気の使いとお互いの努力がないとなかなかきついとこあるから頑張ってください。これはね、俺もわかるわ。はい。じゃあラジオネーム母ちゃんさん。ゆうたくんただいま。いつもゆうたくんのラジオを楽しみに学校を頑張っています。ゆうたくんに相談なんですが、クラスの人たちの名前をどうしても覚えられないことで悩みを抱えています。あ、そう。ゆうたくんはどのように人の名前を覚えていますか？ぜひ教えてください。これからもゆうたくんを応援しています。大好きです。あれじゃない？母ちゃんさんだからちょっと俺と似てるかもしれんね。人に対してあんまり興味ないでしょ。多分そうなのよ。根本そこなんよね、多分。だからその人に対して興味を持ってみたりとか、ちょっとこれもあれやけど歩み寄ることが一番重要
なことやと思う。やっぱね、名前覚えられへんとか、なんかこう時間かかっちゃうみたいなね、人間関係に対して。で、俺もそうなんよ。なんでなんやろうと思ってたんやけど、根本考えてみたら、そもそもあんまり人に対して興味ないとか、っていうのがあると思うよね。だからそこはやっぱ母ちゃんさんが努力していかなあかん部分やし、俺も努力していかなあかん部分やと思ってる、そこは。だから興味を持ってみることみたいな、ちょっと歩み寄ってみるみたいなのは必要かもしれないね。皆さんからのメッセージでね、この後もたくさん紹介していこうと思います。それではここで一曲お送りしたいと思います。水曜日のカンパネラで卑弥呼。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、お送りしたのは水曜日のカンパネラで卑弥呼でした。引き続き皆さんからのメッセージを紹介しようと思います。ラジオネームともちさん、はじめましてゆうたくん。私は40代の72です。NCT127 を知ったきっかけは何気なく見てた、DTV の教えてジャパンでした。その当時 K-POP に日本人の子がおるなんて珍しいな程度で見ていたのですが、なんとなくその子も気になり NCT ライフや V ライブなどのコンテンツも見出して、今では NCT127 の中でも特にゆうたくんが一番好きなメンバーとなりました。ありがとうございます。小学校4年生の息子も私の影響からゆうたくんのことが大好きで、かっこいいよねといつも言っています。ありがとう。そんな息子と最近話したことなのですが、給食の時間に流れる放送について、K-POP は流れるけど NCT127 流れたことがないとのこと。5年生になったら放送委員になり NCT127 の曲を流すのが最近の息子の目標らしいです。いいね、かわいいね。息子が何の曲を流したらいいか悩んでいました。小学校のお昼の時間に NCT127 の曲、ゆうたくんからのどんな曲をする。わあ、それこそメンバーともよく話してることなんですけど、なんか俺らが普通にこの曲いいよねって言ってる曲でも、ファンのみんなとか僕らはまだ知らないリスナーさんが聞いた時って難しいって思っちゃうらしいのね。それはまあ俺らもそうなんやみたいな、もう耳慣れすぎておかしなってもうとるわガハハみたいなノリでこの前喋ってたんですけど、だから初めてはやっぱまあもちろんキックイットとかちょっとファンキーで俺たちの色もあるんやけど、それでもなんかちょっとみんな聴けそうな曲から攻めてみるとかっていうのもありやし、タッチみたいなね爽やかな曲から攻めてみるっていうのもありかもしれん。どうやろうな、何が正解かわからんからなこれな。もう長さんっていう手もあるで、もう伝説ポケモンみたいな感じでね、 NCT127 って知ってるみたいなっていうのを給食の時間始まる前とかに言ってもらって、何それみたいな、K-POP やねんけどさみたいな、って言ってその言葉でちょっと興味を持ってもらって、いや伝説ポケモンだからそんななかなか書けるもんじゃないで、気になるんやったら聞いてみたらみたいな、そっちの方が俺かっこいいと思うけどな。はい、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム踊るポンポコリンさん。私は子供と関わる仕事をしています。毎日子供たちの言動に驚かされ、笑顔にさせられてちょっぴり、いや結構大変な日々を過ごしています。順調に距離を縮められる子もいれば、やはりそうでない子もいます。私の力不足といえばそうなのですが、ゆうたくんは人との関係性を深めようと思った時どのようにしていますか？人との関わり方が上手なゆうたくんからぜひアドバイスをもらいたいです。こういうのはヘちゃんとかさ、それこそ良樹とかに聞いた方がめちゃくちゃいいアドバイスもらえると思うけどね。ああいうの天性のもんなんやろね。まあでも関係性深めようと思ったらやっぱすごい自分から喋りに行くし、だからそこは簡単なんやけど、逆によね、この人とあんまりあれなんやけど、あれやんそういうの、その時が一番難しいよね。それは俺もまだ分からへん。アドバイスをねこうできひんのよな、まだな。まあそれはね、踊るポンポコリンさんがこう経験とノウハウで逆に教えてください、またあれば。はい、アドバイスになってないですがすいません、次行かしてもらいます。ラジオネームかこちゃんのママさん。ゆうたさんにお願いがあります。4月から高校生になった娘のことです。入学してから勉強はもちろん放送部やサッカー部のマネージャーなどをして充実した高校生活を送っていると思いました。しかし6月の中頃から体調が悪いと言って休みがちになり、今では学校に行けなくなりました。学校の話をすると無気力な表情になるんですが、NCT やゆうたさんの話をするときは嬉しそうに話してくれます。娘さんか、大げさかもしれませんが、ゆうたさんの存在が生きる希望になっています。ゆうたさんは壁にぶつかったとき、辛いときにどのように乗り越えましたか？わがままなお願いですが、
娘にエールを送っていただけないでしょうか。よろしくお願いします。そうね、今となって思うと、ぶつかった時ってさ、前までは俺もよく頑張ってきたなとか、よく耐えたよな、俺ってすごいのかなとか、人とやっぱ違うなって思った時あったの、一瞬で。これを乗り越えてきた俺って何でも乗り越えれるんじゃないかなって思ってたのよね。思ってたんだけど、それってちょっと違ったんよね。最近俺さ、すごい周りの人に助けてもらえるとか感謝の気持ちっていうのを言ってるけど、ただ言ってるわけじゃなくて、そのしんどい時とかも絶対に何人か俺の味方になってくれた人っていたのよね。その人たちがいたからこそ耐えれたし、踏ん張れたし、その人のためにっていう思いも少なからずあったと思うんだよね。だからこれね、高校生になって多分娘さんなんかいろんなことがあると思うんだけど、しんどい時に寄り添ってあげたり近くにいてあげること自体が、かこちゃんがね力になってるって気づかないかもしれないけど、後々振り返った時に、この人のこの行動とか、あの時何も言わなかったけどあの人寄り添ってくれたよなとか、あの人電話一本くれたよなっていうのが力になってたって気づく時があんの。だから今はすごい大変な時期かもしんないけど、かこちゃんのママさんね、しっかり多分今は娘さんが辛い時期だと思うから、そばにいてあげてください。そうすると多分大人になった時に気づくと思う。その時にすごい感謝の気持ちが芽生えるというか、人としてなんて言うんだろう、一つ成長できるというか、だと思うので、俺はね、かこちゃんのママさんに頑張ってもらいたいね。かこちゃんは多分もう十分自分の中で葛藤があると思うから、支えてあげてください。はい、ということでメッセージありがとうございました。続いての曲いきたいと思います。 NCT127 でノンストップ。Yuta at home. NCT127 ゆうたのYuta at home. Yuta at home. 今週の NCT127 ゆうたのYuta at homeいかがだったでしょうか。最後にこの方のメッセージを紹介しましょう。ラジオネームゆきさん。去年免許を取得したゆうたくんに質問です。免許を取ったらメンバーの中で一番最初に乗せたいのはマーク。その次に嫉妬するからジョンと言っていましたが、その後実際にメンバーを乗せて運転することはありましたか？これね、ネタバレになっちゃうけど、日本のプログラムで翔太郎を車に乗せましたね、最近。で、日本も初運転しました、僕が。はい。ここまでなんですけど、だから翔太郎かな。そうね、マーク、ジョンと、ヘちゃんも乗せたかな。ヘちゃんと、テイリヒョンも乗せたわ。結構乗せてるわ。結構乗せてるよ、だから。いろんなメンバー乗せてますね。意外と運転うまいじゃんって言われたね。ヘちゃんとかから。俺の方がうまいわと思いながら思ってたけど、みんなうまいからね。あと、駐車するときの緊張感まだ慣れへんけどね。そんな感じかな、やっぱ。はい、ということで、皆さんの声を、僕にこれからもどんどん聞かせてください。メッセージは O リーダーにある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でYuta at homeです。それではお別れの時間となりました。NCT127 YutaのYuta at home DJ は NCT127 のYutaでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。みんなバイバイ。そうや、怖い話もね、みんな送ってね。バイバイ。どんだけ好きやねんな。This program was brought to you by Disney Plus. 걱정하지 말고 그냥 빡빡 믿어 너만 그래 더 돼 내 그름 너의 것이야 내 옆에 너 꼭 붙어있어봐 Like a sticker 내 작품의 주인공은 어디가 Like a sticker 코앞은 세상은 신경 꺼 너와 나의